こんにちは、ミッキーです。今回は2026年春のパン祭り東京ベーカリー7選プラス1です。春の足音が近づくこの季節、ピクニックがてらテイクアウトで楽しみたいベーカリーですけれども、都内各地には目的を持って訪れたくなるようなお店が点在しています。朝食やランチとして日常的に使えるお店からわざわざ足を運びたくなるような話題の店舗まで、そのスタイルは様々。近年は立地や空間づくりにも工夫を凝らしたベーカリーが増え、パンだけではなくて過ごし方も含めて楽しめるようなお店が目立つようになりました。とは言っても悩むと思いますので、7つに絞ってご紹介。加えて一つだけ横浜の行列ができる店舗もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、天王洲アイルからブレッドワークス天王洲。運河沿いの倉庫をリノベーションした開放感あるベーカリーカフェ。真っ白な壁、ウッド調のインテリア、デリーカウンターの風景が特徴的で、朝から夜まで気持ちの良い水辺の時間を楽しめる空間です。店内では約50から60種類もの自家製パンが並び、テイクアウトも可能。運河を一望できるテラスは特に人気で、晴れた日はゆったり過ごすのにぴったりなロケーションです。今回は真冬の訪問だったのでテラス席を使っている方は少なかったんですけども、映像で映しています通り店内でも楽しむことができますので、様々な利用方法ができます。今回ご紹介するブレッドワークスがある場所は寺田倉庫を創業した土地。過去に私の動画でも寺田倉庫で開催されている展示会などの様子もお届けしているんですけども、そんな倉庫を活用している素敵な街でもあります。建物自体は戦後の創業時に建てられた倉庫の一つとのこと。1997年にそのうちの一つをリノベーションして TY ハーバーが誕生。こちらブレッドワークスがある倉庫はオフィス、シアター、そしてスタジオとしての時代のニーズに合わせながら使われてきました。当時すでにレストランや水上ラウンジは充実していたものの、ランチ、ディナー、深夜の営業がメイン。そんな中、単なるレストランとしてではなくて、この素晴らしい水辺の景色を朝から味わえ、かつこれまで断るしかなかったランチに間に合わないお客さんだったり、午後ちょっとテラスでお茶をしたいお客さんたちに向けても利用してもらえることができる業態を提案するために、このカフェスタイルで誕生したとのことです。加えて今回いただいたようにモーニングも充実していますので、そんな元々あった街の中の空白を埋めるように誕生したのがこのブレッドワークス。創業当時はベーカリービジネスの経験や知識がゼロスタートだったとのことなんですけども、液体のパンとも呼ばれるほどパンと共通点が多いビール作りの経験ができました。さらに近隣のレストランとの提携によって卸先が確保できたことで、安定してパンを供給するような、そんなスタイルが根付いたのかなと思っています。もちろんベーカリーとしての魅力もたくさんあるんですけども、ご覧のようにケーキ類も充実。例えばベーカリー用にパンを購入していただいて、家でのスイーツタイムのためにケーキを購入するのもいいかもしれません。また一つ一つのパッケージもとても美しいので、焼き菓子等をお土産用にご購入されるのもいいかもしれません。さて、そんなブレッドワークス、今回は11時までやっているモーニングメニューをいただいています。そんなモーニングの中でいただいたのは2種類。まずは左手のバターミルクパンケーキプレート、もう一つは右手のデリプレート4種。加えてドリンクとしてはカフェラテをいただいています。まずは左手前、バナナミルクパンケーキプレート。ふわっとしたバターミルク生地のパンケーキにスクランブルエッグやベーコン、フレッシュなサラダが添えられた贅沢プレート。パンケーキはほんのり焼き色のついた香ばしさと程よい甘さのバランスが絶妙。朝から昼のブランチにぴったりの満足感でした。そしてもう一つ、こちらはデリプレート。季節や日によって変わるデリが4種類楽しめるプレート。彩り豊かなサラダや自家製のデリが少しずつ楽しめますので、いろいろ食べたいという欲張りな日にぴったり。とはいえデリスタイルなのでヘルシーにいただけるところもおすすめなポイントでした。そんなデリプレートにはスープを合わせることもできます。4種類のうち1つをスープとしてセレクトしていただくと、そのバランスもより取れるかなと思っています。
またセットでいただきましたドリンクに関しましてはテイクアウト用のカップでいただくこともできまして、容量もたっぷり、朝から満足感が高い、そんなひとときを過ごすことができました。また春先になったらテラス席も使いやすくなると思いますので、ぜひともテラス利用もご検討ください。続いてご紹介しますのはザ・シティベーカリー吉祥寺パルコ。吉祥寺駅北口から徒歩2分の距離になります吉祥寺パルコの1階にあるザ・シティベーカリー。全面大きなガラス張りで、路地からは暖かな照明に照らされたカウンター席があります。さて、シティベーカリーと言いますと、たくさんの店舗が全国にありますけれども、特にこの吉祥寺店をお勧めしたいのはモーニングの充実度。シティベーカリーと言いつつも、モーニングが全てのお店で提供されているわけではないのと、仮に提供されていたとしても、あまり種類が多くないことが多いです。そんな中、こちらの吉祥寺店に関しましては、メニューのレパートリーが多く、定番の CB ブレックファーストの他に、今回注文しました後でご紹介する4種のデリプレートだったり、フレンチトースト、他にはスクランブルエッグトーストサーモン、ケールジャルベーゼのクロックマダム、加えてスクランブルエッグトースト生ハム、あとは一番シンプルな厚いトーストの提供もあります。また、それらにセットドリンクをつけていただくこともできます。そんなブレックファーストメニューに関しましては、朝9時から11時までの限定。吉祥寺とはいえど、モーニングやっている店舗がそれほど多いわけではないので、選択肢に含めていただくといいかもしれません。そんな全部で7種類の充実したモーニングはもちろんのこと、パンも充実。吉祥寺には井の頭公園がありますので、パン好きの方はこちらで購入していただいて、公園で楽しむのもいいかもしれません。また、このザ・シティベーカリーの吉祥寺パルコ店には、吉祥寺限定のメニューも多数揃えています。ポップで吉祥寺店限定と書かれていますので、実際に足を運んでみて確認していく中で気になるものがあれば、ぜひこの機会に注文してみてほしいです。さて、そんなシティベーカリー。ルーツは1990年のニューヨーク。創業者のルービン氏はエミー賞受賞歴のあるテレビ局の元敏腕プロデューサー。食に興味を持ってフランスに渡り、その後小さな町のペイストリー教室に参加したことからパンの奥深さを知り、こういったザ・シティベーカリーを世界そして全国に展開しています。日本へ進出したのは2013年。関西や関東が中心だったんですけども、最近では日本全国に展開しています。どの店舗でも本物志向の焼きたてを大切にしていますので、パン好きな方でも十分に満足できるようなクオリティの数々が注目です。ちなみにシグネチャーメニューはプレッツェルクロワッサン。甘みのあります生地に岩塩とごまを振りかけた甘じょっぱさが癖になる一品です。また、お供のドリンクとしてはホットチョコレートが有名で、そちらに関しましては過去に渋谷編の動画でご紹介していますので、よかったら確認してみてほしいです。さて、こちらがこの日に注文しました4種のデリプレート、そしてモーニング専門のセットドリンクでありますアイスコーヒーです。今回いただきました朝限定のこちらのスペシャルプレートでは、キヌアのサラダ、キャロットラペ、紫キャベツのマリネ、フムス、そしてライ麦パンのトーストがワンプレートで提供いただきました。続いてご紹介しますのは、吉祥寺東急百貨店内にあります美瑛。北海道美瑛町産をはじめとした美瑛産北海道産の小麦にこだわった食パンを中心に展開するベーカリー&カフェ。食の安全、安心、高品質、味を大切に産地や製法に配慮したパン作りを行っている店です。場所は吉祥寺駅北口から徒歩約5分。東急百貨店吉祥寺の館内にありまして、買い物の途中でも立ち寄りやすく、パンのテイクアウトはもちろんのこと、店内でそのまま味わえるイートインも可能です。百貨店の中という気軽さがありながら、素材にこだわったパンを落ち着いて楽しめるのが魅力です。コンパクトなイートインスペースは、さっと休憩したい時や軽食を取りたい時にちょうどよく、日常使いしやすいのも抜群。後でご紹介するんですけども、特におすすめなのは美瑛のたっぷりコーンパン。薄めの生地にコーンがたっぷりと入っていまして、見た目以上にボリュームがありますので、ぜひともそちらいただいてみてほしいです。また、種類豊富な美瑛ロールというものがあったりとか、その時々で様々なラインナップが用意されていますので、いろいろな種類をセレクトしていただいて持ち帰っていただくのが良さそうです。また、イートインでいただく場合に関しましては、トースト系のメニューも充実していまして、さらに10時から11時まではモーニングサービスとしまして、コーヒーが100円でいただくことができます。ぜひそんなお得な時間を活用しつつ楽しんでみてほしいです。
さて、そんな BA で今回いただきましたのは BA のトースト、加えて BA カフェラテ、もう一つは先ほどご紹介した BA のたっぷりコーンパンです。まずはカフェラテ。すっきりとした飲み口が印象的で、エスプレッソのほろ苦さとミルクのまろやかさが抜群でした。さて、こちらは BA のトースト。厚切りの食パンをこんがり焼き上げた王道スタイル。外側はさっくりと香ばしく、中はしっとり柔らか。噛むほどに小麦の甘みが感じられ、パンそのものの美味しさがしっかりと伝わってきます。右手に映していますのは BA のたっぷりコーンパン。形が崩れないようにプラスチックの容器で包まれていまして、テイクアウトする場合も安心。一口食べるとコーンの自然な甘みとみずみずしさが広がり、小麦の優しい風味とよく合うパンになっています。この地域行ってみたいと思っても情報量が多すぎて迷うことありませんか？このチャンネルでは実際に足を運んで体験したリアルな視点から観光や施設の魅力を丁寧にご紹介していきます。観光 PR や施設紹介、店舗紹介のご相談は概要欄のリンクからお気軽にどうぞ。それではこの後の店舗紹介もぜひ楽しみにしてください。続いてご紹介しますのは2025年7月に誕生しましたフラワー&ウォーター横浜。こちらは中目黒や虎ノ門ヒルズで人気を集めるベーカリーレストランです。横浜駅北西口から徒歩3分。通り沿いに現れますガラス張りの明るい外観とパンの香ばしい香りが漂うお店です。朝の時間帯から行列ができるほどの人気店。焼きたてのパンを求める人々が次々と訪れます。私も平日の朝に訪れてるんですけども、それでも行列ができていました。ブランチの時間帯は9時半から。9時半のオープンの時間にはすでに列ができていますので、1巡目に入り込めるようにギリギリまたは少し前に訪れるのがおすすめです。その1巡目を逃してしまうと次に入店できるのは1時間後だったりしますので、その点は事前にチェックしていただいて、特に天気がいい日には10分前など早めのご訪問をお勧めしています。店内に足を踏み入れますと、ドライフラワーやアンティーク調の家具が並びまして、ナチュラルで落ち着いた空間が広がります。木のぬくもりを感じるテーブルと柔らかな照明が心地よく、パンの香りに包まれながらゆっくりと過ごせるような雰囲気です。カウンター席、テーブル席、ともにゆとりのある配置で、一人でも友人とでもくつろげるようなデザインになっています。さて、店名のフラワー&ウォーターは小麦粉と水を意味しまして、シンプルな素材から生まれる無限の可能性を大切にするという思いが込められています。毎朝店内のオーブンで焼き上げるスタイルは開業当初から変わらないこだわりの象徴です。さて、このお店の中心にありますのは焼きたての自家製パン。小麦粉と水だけで生地の旨味を引き出す独自の製法で、外は香ばしく、中はしっとりとした食感を生み出しています。看板メニューの高加水食パン100は水分量 100% という独自製法でふわふわもちもちの食感が特徴。実は過去に立川でご紹介してます100ベーカリーさんの系列になっています。他にもフランス産発酵バターを使った天使のクロワッサンや具材をたっぷり乗せたフォカッチャ、塩気の効いた塩パンなど個性豊かなパンが並びます。そんなパン以外に料理としてはイタリアンをベースにした創作メニューが充実。前菜やスープ、パスタなどパンとの相性を計算して作られていまして、朝から夜まで時間帯に応じたメニュー構成で提供されます。そして最も人気なのは午前9時半から14時まで提供されますブランチセット。パンを主役に添えた贅沢なブランチコースです。ご覧のようにこの日に焼かれた様々なパンの種類から4種類をセレクトしていただくことができます。セットの値段は1800円。スープ、サラダ、ドルチェのいずれかから一つをセレクトして、この4種類のパンと、そしてフリーフローを一緒にいただくことができます。スープの中にはゴロッとトウモロコシが入っている季節のスープでいただくことができました。さて、ティーフリーに関しましては、ジューシーピーチ、そして食前にはロイヤルミルクティーをいただいています。今回私はあまり訪問時間長くなかったので、1杯程度だったんですけども、長い時間いることで紅茶をいただくことができます。そしてこんなオイルを注ぎながらパンの味わいも様々楽しんでほしいです。さて、いただいたのは焼きたてのパン。先ほどご紹介したように大きなトレイに数種類のパンを乗せたスタッフさんが席を回ってくれまして、一つ一つ丁寧に紹介してくれます。今回は秋の味覚があふれるマフィンだったりとか、カレーパン、キノコのフォカッチャ、あとは高加水食パン100のクリア味をいただいています。パンはセレクトした後、温め直してくれるような配慮もとても素敵です。
パンの量も多いので、最後お腹いっぱいになってしまった場合にはテイクアウト用の袋もありますので、ブランチの後のお茶タイムにいただくのもおすすめです。続いては神楽坂から We Love Donuts。神楽坂のメイン通りにオープンした We Love Donuts は、あなたの一日をちょっぴり幸せにするドーナツをコンセプトにした生ドーナツ専門店。内装がとても美しく、まるでガウディのカサミラの上階を思わせるような雰囲気に溢れていました。そんな非日常の空間の中で楽しめる生ドーナツ。国産小麦 100% ときび糖を使用し、北海道産恵比寿かぼちゃを生地に練り込むことで、ふわふわ&もっちりとした食感を実現しています。素材、製法、見た目、すべてにこだわり、毎日食べたくなる優しい甘さのドーナツが並びます。店内は木材のアーチが連なる洞窟のようなぬくもりのある空間。どこ切り取っても映え空間になっていますので、ドーナツを購入後はイートインスペースで写真を撮影するのもいいかもしれません。そんな心地の良い木の香りと焼きたての甘い香りに包まれた空間では、ガラスケースではなくて木のトレイにずらりとドーナツが並びます。今回は午前中に訪れているんですけども、ラインナップは非常に豊富。意外と穴場的に使えるかなと思いましたので、手土産に悩まれている方も選択肢として含めていただきたいような、そんな店になっています。職人がその場で丁寧に仕上げる姿を間近に見ることもできますので、出来上がったものから購入してみると、よりその新鮮さも感じることができるかもしれません。さて、ここからはおすすめなメニューをいくつかご紹介していければと思います。この後、購入したメニューのご紹介もしていくんですけども、非常に情報量が多いかと思いますので、一つずつ解説していきます。ドーナツというと、スイーツ系が主軸かなと思いきや、こちらの店ではお食事系も充実。中でも、生ドーナツの上にカマンベールをトッピングし、さらにベーコンを乗せたベーコン&カマンベールは見た目に反してお食事系として満足度の高い一品でした。塩気のあるベーコンとコク深いカマンベールの組み合わせ。朝食やランチにもぴったりな満足感のあるセイボリードーナツになっていましたので、見つけたらぜひ購入してみてほしいです。他にお食事系だと自家製卵やスパイシーカレーというものもありました。今お店の方がトッピングしている右手のものが自家製卵。こちらは先ほどご紹介していたベーコンカマンベールです。ベーコンカマンベールはバーナーで炙っている様子もありましたので、その香りも印象的で美味しくいただくことができました。さて、こちらは店内席の様子。席の数は16席とあまり多いわけではないんですけれども、回転も比較的良かったので、時間に余裕があれば少し並んで訪れてみてほしいです。また、イートインの際にはドリンクの注文もおすすめ。カフェラテは490円でいただくことができましたので、コストパフォーマンスもいいかなと思います。さて、ここからはドーナツを一通りご紹介。上から生フレンチクルーラーチョコ、左はキャラメルクッキー、右手は先ほどご紹介した自家製卵、続いてハニークレーズレモン、手前に来ましてピスタチオハートクリーム中央のドーナツシュガー、こちら先ほどご紹介したベーコンカマンベール、もう一つポンデリングのようなモチリングシュガー、右手はピスタチオクリームの生ドーナツ、そしてこだわりスパイシーカレーです。今回お食事系とスイーツ系バランスよくいただいたんですけれども、他にも様々なメニューがありましたので、可能であればたくさん購入していただいてホームパーティーしてみてほしいです。さて、こちらは別途注文しましたドリンク、ホットとアイスでカフェラテいただいているんですけども、ホットのカップもアイスのカップもインスタ映えするような雰囲気。またよく注目してみますと、ストローはハート型になっていまして、この We Love Donuts のロゴにふさわしいようなそんな見た目になっていました。続いてご紹介しますのは、食べログパン東京100名店2022にも選ばれていますトロパン東京池尻大橋のお店です。池尻大橋駅すぐの商店街に佇む大人の思考をくすぐる人気ベーカリーがトロパン東京。私が普段訪れているカフェの中でも、このトロパン東京さんのパンを仕入れて提供しているようなお店も多かったので、満を持して訪問しています。2009年のオープン以来、独創的で味わい深いパンが地元の人にもパン好きにも愛され続けています。店名のトロは古語のトロから来ていまして、忙しい日常の中でもゆったりと幸せな時間を感じてほしいという思いが込められているとのことです。白を基調とした店内には個性豊かなパンがずらり。
今回は夕方の訪問だったので品数も結構減ってしまっていたんですけども、朝8時からやっていますので、なるべく午前中に訪問して、その幅広いラインナップの中からいただいてみてほしいです。どのパンもシェフのこだわりが感じられるようなラインナップで、訪れるだけでワクワクするような空間になっています。今回は人気のパンを中心にいくつかテイクアウト。そんなメニューを少しずつ紹介していきます。まずはトロパン東京の定番パンオショコラ。次の日まで美味しいことに全力で向き合ってきて生まれた一品。一口目から響くのはザクザクパリパリとした軽快な音。香ばしく焼き上げたデニッシュの生地の中からはビターな甘さのチョコレートがたっぷりと顔を出し、チョコレート好きなら思わず頬が緩むような満足感があります。ちょうど手前に映しているのがパンオショコラなんですけども、その見た目も私が普段知っているパンオショコラとは一味違いました。続いて左手前に映していますのはコーンブレッド。バター醤油の余白を残した70点のコーンパン。70点というのは完成させすぎないことを美学にした一品。シェフの思いはパンでありながらトウモロコシご飯のような存在を心がけているとのことです。続いてはクロワッサン。パンオショコラもそうなんですけども、その層が美しく重ねられていまして、パンに含まれる空気感も含めて絶妙なバランスに仕上がっていました。そして最後はパンカレー。母親が作る欧風カレーをイメージしたどっかホッとする味わいが魅力。ぜひそんな一つ一つのこだわりを感じるパンをいただいてみてほしいです。続いてご紹介しますのはアイムドーナツ×ダコー自由が丘店です。自由が丘駅から徒歩1分の場所に同時オープンしたアイムドーナツとダコー。ドーナツブランドアイムドーナツとベーカリーブランドダコーが同じ建物内で展開する店舗。フロアごとに役割が分かれているのが特徴的です。1階はアイムドーナツのテイクアウト専用フロア。ここではアイムドーナツのドーナツとダコーのベーカリー商品が並びます。アイムドーナツは2022年に東京中目黒で1号店をオープンし、以降都内を中心に店舗を展開しています。最大の特徴は一般的なドーナツとは異なる独自の生地感。パンの製法をベースにした生地はしっとりとしていて軽い口当たりが特徴的。ドーナツでありながらパンの要素も感じさせるような独特な存在感があります。ブランドに付けられましたハテナも印象的で、既存の枠に収まりきらないその個性を想起させます。話題性の高さから行列ができる店舗も多い一方、ブランドとしては特別な日に食べるドーナツではなく、日常の延長で選択肢に入る存在を目指している点も特徴的です。こちら自由が丘店は9時からオープンしてるんですけども、午前中の時間帯は比較的空いています。一方でお昼を過ぎたあたりから行列ができ始めて、入店まで30分以上かかることもありますので、なるべく午前中に訪問することをお勧めしています。また午前中であっても土日は結構混みますので、特に平日がおすすめです。実は最近横浜の店舗も行っていまして、そちらも別途ご紹介できればと思うんですけども、自由が丘店は比較的横浜に比べると空いてたなという印象です。他にも渋谷や原宿もあるんですけども、そちらもいつも混んでいますので、意外に穴場的に使えるかもしれません。さてこちらは2階の様子。2階はベーカリーブランドダコーのイートインスペースとして展開されています。約50席ほどの席数がありまして、購入した商品を店内でイートイン可能。テーブル配置は比較的ゆったりとしていまして、複数人での利用だけではなく、一人で軽く食事をする場面にも活用できます。そんなイートインスペースを展開しているダコーは、福岡六本松や表参道で知られますアマムダコタンのセカンドブランド。アマムダコタンがボリューム感のあるパンを特徴としているのに対して、ダコーでは都市型パン屋というコンセプトを掲げ、一人分にちょうどいい小ぶりなサイズのパンを展開しています。さてこちら今回いただきましたアイムドーナツのドーナツとダコーのパン。ドリンクにはエスプレッソの苦味と炭酸の組み合わせで甘い商品と合わせるとさっぱりと味わえるようなエスプレッソソーダをいただいています。左奥からメープルプロシュート、左手前はトリプル抹茶、右奥はダコーバーガー、右手前はクランチチョコカスタードクリームです。ダコーバーガーは商品名の通りダコーのベーカリー商品。食べやすいサイズながら手の暇をかけて丁寧に作られていることを感じるような一品です。様々なメニュー展開もありますし、テイクアウトの際にはおしゃれな箱に入れてくれますので、そちらも楽しみながらイートインでもテイクアウトでも楽しんでみてほしいような、そんなお店になっています。
続いてご紹介しますのは、2025年11月にオープンしたばかりのテイクアウト専門のベーグル店、ハルズベーグルです。池尻大橋の人気店、ハルカフェの2号店として誕生しています。店内で毎朝一つ一つ丁寧に焼き上げられるベーグルは全て自家製。北海道産の最高級小麦を3種ブレンドし、生地作りから焼き上げまで徹底してこだわったここでしか味わえない特別なベーグルが並びます。素材、製法、見た目の全てにこだわったラインナップは約30種類以上。この日は夕方に訪れましたので結構商品も減ってしまっていたんですけども、開店直後に訪れますとラインナップも豊富なので特に午前中の訪問をお勧めしています。甘い系から食事系まで豊富に揃い、まさに偏愛ベーグルの世界を楽しめるような一軒です。ディスプレイの方法もとてもおしゃれになっていますので、その世界観と一緒に楽しんでみてほしいです。またベーグルの香ばしさと小麦の甘みをより引き立てるために、豆の選定から焙煎までオリジナルで手掛けましたコーヒーも提供。お気に入りのベーグルと一緒に香り高い一杯をテイクアウトして自由が丘の街歩きを楽しむのもおすすめです。店内にはヴィンテージ家具とインダストリアル照明が織りなす空間を演出。ベーグルだけでなくて雰囲気も楽しめるような仕様になっています。ドリンクメニューに関しましてはホットドリンクはなくて基本的にはアイスドリンクになりますので、もしホットでいただきたい場合に関しましては別途テイクアウトして購入するのもいいかもしれません。さて、こちらいただきましたカフェラテのアイス、サイズ的にもたっぷりな容量になっていましたので満足感も高いかなと思います。このサイズでしっかりとしたエスプレッソドリンクをいただけますのでコスパも良かったかなと思います。さて、こんな感じで梱包もおしゃれなボックスに格納。ベーグルを6つ購入いただきますとこの箱に入れてくれますので、例えば購入していただいてご自宅用に持ち帰っていただいたり、お友達の家や親戚の家に持ち運んでいただくのもいいかもしれません。さて、ここからは少しずつ今回いただいたメニューをご紹介していこうと思います。左手前に映していますのはメロンパン、左上はエブリシング、中央の上はフランクフルト、中央の下はチョコレートナッツ、右上もエブリシング、右下はブルーベリーになっています。エブリシングと言いますのはセサミ、オニオン、ハーブスパイスなどの複数のトッピングが一度に楽しめるようなリッチなフレーバー。香ばしさと塩気のバランスが絶妙で、ベーグルとしては朝食兼軽食としても活躍するような一品です。またベーグルに関しましては冷凍保存なども可能になっていますので、少しずつご自宅でいただくのもいいかもしれません。甘いのが好きな方は左手前のオレオクッキーがおすすめ。オレオクッキーのクランチがトップにたくさんトッピングされていまして、ミルキーなクリームチョコとの相性は抜群。見た目も可愛く手土産にもおすすめな一品です。またコーンチーズペッパーといいます甘みのあるコーン、まろやかなチーズ、スパイシーなブラックペッパーが一体となったお惣菜ベーグルも見た目としても味わいとしても美味しかったです。そして印象的だったのがフランクフルトというソーセージを丸ごと挟んだボリュームのあるベーグル。パリッと焼かれたソーセージとベーグル生地の対比が楽しく、お食事系としてもしっかりとした満足感が得られます。お惣菜系なので長い期間の保存は難しいんですけども、購入してすぐにいただく場合にはとてもお勧めできるような一品になっていました。ぜひ多種多様なベーグルをお楽しみください。さて、ここからはアフタートーク。せっかく来たベーカリー、あなたはまとめ買い派、それともその場で食べる派というテーマです。2択で迫りつつ、私はその中間ぐらいの選択肢をいつも選んでいます。だいたいその場で食べられるようなパンを半分程度セレクトして、あと半分くらいは翌朝食べるようにセレクトしています。住んでいるところの最寄り駅で買う場合にはパンも 2,3 個にしているんですけども、今回ご紹介したようなこだわりのベーカリーに訪れる際には本当にたくさんの種類が魅力的に感じてしまって、ついつい買いすぎてしまいます。とは言っても満足感も結構高いので食べきれることは少ないです。なのでその日に食べられるようでスイーツ系2つ、食事系2つを選び、その翌朝に食べられるようにさらにその倍の数を選んでいるといった形でセレクトしています。もちろんご家族がいる方に関しましてはその倍の種類選んでいただいて切ったりしながらシェアしていただくとその味わいもたくさん楽しめると思いますので、ご家族がいる場合、また友達と食べる場合にはたくさん買っていただくのもおすすめです。ただスイーツ系は結構長持ちするんですけども、お食事系に関しましてはあまり日持ちが良くないのでその辺は結構悩ましいかなと思っています。パンの保存方法に関しましても最近だと AI に聞いてそのパンの種類ごとの保存方法なども結構細かく教えてくれますので、ぜひチャット GPT だったりとかジェミニを活用しつつそのパンの保存方法、そして美味しくいただけるようなリベイク方法だったりとか解凍方法も調べていただくとベーカリー生活も充実するかなと思います。ぜひそんなパンを購入する際のあなたのこだわりだったりとか、より美味しいパンの食べ方など知っていましたらコメント欄の方で教えていただけるとありがたいです。
今回の動画がいいと思いましたら、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また、インスタグラムの方では最新の情報をお届けしていますので、よかったらそちらのフォローもお願いしたいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。